こんにちは。毎日ご飯のお母さんです。今日はふわふわの鶏団子と揚げ餅を使った鶏団子鍋を作ろうと思います。鶏団子がふわふわになるコツが満載なので、ぜひ最後までご覧ください。今日は昆布でお出汁を取っていこうと思います。昆布は軽く拭いてあります。このままお鍋に入れますね。でこちらにお水を入れます。でお水だけではなくて、今日は調味料も先に全部入れちゃいますね。みりん、酒、醤油、蓋を閉めてこのまましばらく置いておきます。次にお野菜を切っていきます。きのこと水菜とネギですね、使うんですけれども、きのこは私は買ってくるとすぐにですね、石突きを取って軽くほぐして、こんな感じでジップロックの方に入れて保存してるんですね。ですので今日使うえのきもしめじもこんな感じでもうすでにバラバラになっています。であと水菜も根元が傷みやすいので、買ってくるとすぐに洗って根元を落として、こんな感じで大きめにカットしてるんですね。ですのでこれをあと 2,3 箇所切れ目を入れていきたいと思います。では水を切ります。とざっくりですね、こんな感じで切ればいいと思います。次はネギを切っていきます。鶏肉とネギってすごく合うんですね、味が。ですので今日は九条ネギと普通のネギと2種類のネギを使いますね。で最初に九条ネギを切っていきます。7、8センチっていう感じでしょうか。割と大きめに切ってあります。で次に長ネギを切っていきます。長ネギは洗って一番外側のちょっと硬くなってる皮を剥いたんですけど、その時上の方についてたのがこれなんですね。これはお鍋には入れないんですけど、後でネギ水を作る時に使うのでこのまま取ってあります。でそれ以外のこちら食べれるところですね、これを切っていきます。長ネギは九条ネギと違って斜めに切っていきます。ここもちょっと硬いのでお鍋に入れないでネギ水を作る時に使おうと思います。で他の部分はこんな感じで斜めに切ってあります。はい、これで野菜はすべて切り終わりました。次に揚げ餅を作るのにお餅を切っていきます。お正月でお餅を買ったけど食べ飽きちゃってちょっと残ってるなっていう方もいるんじゃないかと思うんですけど、そういう時にこの鍋に入れるのに揚げ餅ってとっても美味しいんですね。でこのままだとちょっと大きいので、だいたい3等分ぐらいにですね切っていこうと思います。お餅は硬いので気をつけて切ってくださいね。目分量で3等分でいいので、こんな感じですね。火が通りやすいようにっていうのもありますよ、こうやって切っておくと。はい、これで全部切ることができました。フライパンで揚げ焼きにしていきます。フライパンに油を入れていきます。だいたいフライパンの底から5ミリから1センチぐらいの間にこうやって油をたっぷりめに入れてくださいね。で油が入ったら中火にかけます。で油が温まってきたらお餅を入れます。お箸を入れて温度を確かめてみますね。小さな泡がプツプツプツって出てくるぐらいの温度になったらちょうどいいので、これでいいと思います。お餅を入れていきますね。お箸が油で滑っちゃった。なるべく間を空けてくっつかないようにして揚げていきます。
で高温になりすぎちゃうと中まで火が通る前に焦げちゃうので、もし温度上がりすぎてる感じだなと思ったら一回火を止めてもいいですよ。はい、これでじっくりひっくり返しながら揚げていきますね。こうやって中身が膨らんで出てきたっていうことはもう中まで火が通っているので、こういうお餅ができてきたらもう引き上げて大丈夫です。こんな感じですね。はい、では火を止めます。はい、お餅ができました。次に鶏ひき肉を使ってお団子を作っていきます。でこの鶏ひき肉の中にお塩と片栗粉を混ぜて味付けをするんですけど、一番大きなポイントはネギ水を入れるんですね。ネギ水というのは長ネギの青い部分ですね。これをお水の中に入れて揉んで、おネギの中のヌルヌルっていうんですか、これを溶かすんですね。それをお団子を作る時に混ぜながらやっていくことで、鶏ひき肉の臭みも取れるし、それからふわっとなるんですね。でそれを作っていこうと思います。こうやってお水の中に入れた青い部分をこうやって揉んでいくんですね。結構しっかりおネギが崩れるぐらい揉み込んでっていいですよ。こんな感じですね。ちょっとぬるっとした感じが出てくるんですけど、こういうのが出てくるまで揉み込んだらネギ水の出来上がりです。ではひき肉に味付けをしていきましょう。最初にお塩ですね。それから片栗粉。でこの味付けができたので、これを練りながらネギ水を入れていきます。でだいたいこんな感じで混ざってきたので、そこに少しずつネギ水入れていきます。こうやって練ってるとわかるんですけど、だんだんひき肉がふわっとなってくるんですね。でこれぐらいふわふわになれば大丈夫だと思います。先ほど用意していただし汁を火にかけて沸騰させます。しっかり沸騰しましたね。で一旦火を切ります。火を切ったら昆布は取り出しちゃいますね。でここに鶏ひき肉をお団子にしながら入れていきます。手でやってももちろんいいんですけど、割とふわふわの状態になっているので、私はいつもこうやって2つのスプーンを使っておおよそですね、こんな感じで全体的にちょっと丸い感じにして、これをそのままだしに入れていきます。こんな感じですね。じゃあどんどん入れていっちゃいますね。はい、これで全部お団子ができたので、このままもう一度火にかけて再沸騰させます。お鍋の出汁も再沸騰して、鶏団子の方もしっかり浮いてくる状態になるんですね。でここまで来ると中までしっかり火が通ってると思うので、この状態になったら一度味見をしてみます。とっても美味しいです。で気持ちちょっと塩味が足りない感じがするので、軽くそうですね、指で言ったら1つまみ分ぐらいですね。ここで味付けのポイントなのですが、お醤油だけで十分な塩気を出そうと思うと、どうしても醤油の香りが強くなりすぎてしまいます。
ですので、味見をして塩気が足りないなと感じた場合は、お醤油ではなくて塩を足して調節してみてくださいね。もちろんちょうどいい味であればお塩は足さなくて大丈夫です。で、ここまで煮えたので、ここにお野菜を入れていきます。水菜ですね。今日使ってるお野菜って全部火が通りやすいものばかりなので、全部お野菜を入れたら再沸騰するぐらいでもすぐ食べれますので、順番とかあまり考えないでどんどん入れちゃっていいですよ。はい、これでお野菜も全部入ったので、もう一度蓋をして再沸騰させます。はい、再沸騰してきたので火を止めます。お野菜にもよく火が通っているようですね。ではこの状態になったら最後にお餅を入れていきます。で、お餅は余熱でしっかり温まるので、これで出来上がりです。じゃあいただきます。まずは乾杯。お疲れ様でした。ちょっと私から取らせてもらうね。鶏ってひき肉でも鶏肉でもネギがすごく合うんだよね。お餅いただいてみますね。ふわふわ。鶏団子。よく硬く煮詰まっちゃってるようなお団子ってあるじゃない、全然ふわふわ。食べてみて。ふわふわでしょ。美味しいよね。ふわふわで滑らか。そうなの。滑らかなのは片栗粉、ふわふわなのはネギ水なんだよね。私は今度揚げ餅を食べてみます。油で揚げてるのですごく香ばしくってコクがあって美味しい。柔らかくなった揚げ餅さん。香ばしさがすごい美味しいね。久しぶりに食べた懐かしい味。結構うちは定番でね、揚げ餅鍋作るから。油で揚げてるっていうのがそうなんだよね。油揚げに入れて巾着にしたりとか、そのまま入れても美味しいは美味しいんだけど、やっぱり一手間かかるんだけど揚げたお餅を入れるっていうのが一番美味しいよね。で、今日は鶏肉を入れないでひき肉団子だけなんだけど、結構食べ応えがあるでしょ。で、お子さんとかも大好きだと思うのね。ひき肉のお団子とお餅揚げてある感じで、このままだとお子さんが喜んで食べてくれる味だと思うんだけど、大人の方は七味唐辛子とか山椒ね、これをちょっと振って食べてあげるとまた味が風味が変わって美味しいんだよね。と、私は山椒振ってみます。美味しい。またちょっと風味が変わってなんかいくらでも食べれちゃうな。美味しい。だし取ってるのは昆布だけなんだけど、鶏肉のひき肉からも出汁が出るし、あと何よりも揚げたお餅の油分がすごく味を良くしてるんだよね。だからそんなにたくさん椎茸とか鰹節とかっていう出汁を考えないで、本当に最初に昆布を入れとくだけで結構しっかり出汁が出るので、その辺も手軽でいいよね。ということで今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。また見てね。